ご視聴いただきましてありがとうございます。今年は梅雨の時期が長いということで、久しぶりにナイロン素材を使ったエコバッグを紹介したいと思います。で今回は一番大きいサイズで仕上げていますので、もしいざ雨が降った時にでも予備で持っておくとお手持ちのバッグが濡れないような効果もあるかなと思いますので、よかったら一緒に作っていただけたらと思います。でこちらはナイロン素材なんですけれども、ラミネートの素材のものよりも家庭用ミシンで比較的縫いやすい素材になっています。ただ、今回動画の中では普通の押さえを使っていますけれども、もし縫いづらい場合はテフロン押さえの方をご用意していただきながら縫っていただけたらと思います。で以前紹介したマリメッコの生地で作るエコバッグと作り方が非常に似ているんですけれども、大きく違うのはマチを作らない、底のねマチを作らないという方法になります。とてもね簡単に作れますので、是非一緒に作っていただけたら嬉しいなと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは準備する材料の紹介です。今回はナイロン生地の方を使っていくんですけれども、葉尺は60センチになります。50センチで作ることもできるんですけれども、今回は持ち手の長さをですね少し長めに取りたかったので、あえて60センチという方法で紹介させていただきます。はい、こちらが本体になります。縦の長さは50センチ、横の長さは広げると90センチになります。内ポケットのサイズは幅が13.5センチ、縦の長さは45センチになります。そしてこちらは持ち手2枚になります。今回は耳を使っていきます。長さは60センチになります。幅は8センチになります。もし切りにくい場合はこの耳の部分を2センチほど切り落としてから始めてみてください。はい、そして今回はこちらの細長いタブの方を使っていきます。こちらは2つ折りにして、ここでちょっとカラビナなどを挟めるようにしていきます。こちらはお好みでご準備ください。でもしない場合はこういうテープで代用していただいたり、余った端切れを4つ折りにしてループを作っていくという方法もあります。このループの作り方は他の動画の方でも紹介していますので、よかったら一つ前の動画を見ていただいてループの作り方参考にしていただけたらと思います。それでは早速持ち手から作っていきます。持ち手は2つ折りにして、アイロンでいつもかけてるんですけれども、アイロンがかけられないので今回は手やコロコロープなどを使って折り目をつけていってください。こう耳を含むんですけれども、このようにこう四つ折りにしてしまうことで、耳は見えなくなりますので、もし葉尺足らない時は持ち手でしたら、このようにしてですね使ってパーツとして使うことができますので、他のバッグなど作る時も参考にしてみてください。この際の部分を端から 1.5mm で縫っていきます。縫い目の長さは 3.0 にします。それでは1センチ先に針を下ろします。下ろしたら最初の待ち針を抜きます。押さえを下げて返し目からスタートします。この時上糸ちょっと引っ張っておくといいですよ。長いものを縫うときはしっかりと指の位置を固定して、そのままミシンの速度に合わせて軽く押さえていくときれいに縫えていきます。でこれで持ち手が2本出来上がったところです。で今回は持ち手の幅を8センチで仕上げましたので、この出来上がりの幅は2センチになります。でもう少し幅が広い方がいい場合は、作りたい持ち手の幅の4倍にすると作り方は同じようにできますので、お好みで調整してみてください。はい、続いてポケットを縫います。両端を
1センチの三つ折りにします。1センチの三つ折りにする場合は両端に合い印を入れておくと非常にやりやすくなります。こんな感じでこの2センチのところに印をつけます。このように2つ折りにして合い印を入れるととても効率がいいのでお試しください。5ミリほどの切り込みを入れます。そうしたら合い印に合わせて2つ折りにします。で折り目をつけたら開いてこの折り目に合わせて端を揃えていきます。揃えたらもう一度折って三つ折りの状態になります。そしたらこの際の部分を縫います。反対側も同じようにして際を縫います。反対側も同じようにして縫います。はい、縫い終えたところになります。そうしたら合い印を入れていきます。ポケットの形をちょっとイメージしていただいて、このような感じで袋になる部分がこちらになりますので、生地の向きだけちょっと気をつけながら進めてください。今回ポケットのサイズをちょっとリサイズしてもう一度取り直ししていますので、ちょっと多少見づらい部分があるかなと思うんですけれども、そうしたら2つ折りにします。合い口割りで留めます。そうしたらこの端から20センチのところに合い印を入れます。5ミリほどの切り込みを入れてください。そしたら反対側は端から3センチのところに同じように切り込みを入れます。そうしたらここで最初につけた20センチの合い印のところにポケットを裏にして重ねます。そしたら反対側の3センチの合い印をこの同じ合い印のところに重ねてください。この部分の合い印が重なり合うようになります。そうしたらこの脇のタブを左側のちょうどこの上の段差がなくなるところに重ねます。はい、両脇を5ミリで縫います。では針が動かせる方は一番右側にずらして押さえの端と布の端が合うようにして縫っていきます。1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。では縫い終えたら余分な糸は切っておきます。そしたら表にします。ナイロンなので比較的角は出しやすいかなと思います。縫う時ちょっと生地が浮いてくるので待ち針止めておくといいですよ。そうしたら両脇を7ミリで縫います。でこの7ミリで縫う時、家庭用ミシンの場合は押さえの端を使って縫っていきます。ここの部分ポケットの口になりますので、ちょっと返し縫いをこうしておきましょう。こ
これで縫い終えたところです。これで袋縫いの方法でポケットが出来上がったところになります。そうしたらこのポケット口の上から6センチのところ、この6センチのところにですね、印をつけます。ここをハサミで切ります。一回外して、そしたらこの切り込みのところで折り目をしっかりつけましょう。そしたらここの折った線の上を縫います。ずれないように待ち針で留めておきましょう。縫い終えたところです。そしたらミシン目を残しながら際を切りましょう。ここで切り落としていきます。これでポケットのパーツが完成です。はい、それでは本体を縫います。本体もポケットと同じように袋縫いの方法で紹介していきます。裏面の状態で2つ折りにして、今表面が見えている状態になります。そうしたら端と底を留めていきます。一度に作業していきます。待ち針はだいたい10センチぐらいの間隔で留めていくといいんじゃないかなと思います。そうしたら今度はポケットとは違って本体なのでしっかり留めていくために、この端から7ミリのところを縫っていきます。今度も押さえの端を使いながら縫っていきます。押さえの端と布の端が合うようにして縫っていきます。返し縫いからスタートします。生地が大きくなりますので、できるだけ生地を平らに整えながら縫っていきます。はい、そうしたら今縫い終えたところで、この角の部分をしっかりと折り目をつけてから裏にしていきます。そしたらここの部分ですね、しっかりと開いていきましょう。縫い代をしっかりと倒しておくといいですよ。この指の腹でこうしっかり押さえてもいいですし、こういう道具がある場合は道具を使って、これはクロバーさんのコロコロオープナーになります。こちらを使って倒しておきましょう。そしたらもう一度この縫い代を包むようにしてこの部分を畳んでいきます。結構ナイロンの生地は滑るのでしっかり折り目つけるといいですよ。道具がなくても指先でも結構十分跡がつくかなと思います。端から1センチを縫います。それではマスキングテープを1センチのところに貼ります。そしたら1センチ手前のところで縫いを回転させます。これで縫い終えたところです。表にした時にこう縫い代が見えてない状態がベストになります。中央の合い印の持ち手のつける位置をつけていきます。この状態のまま左側の輪の部分ですね、ここに印をつけます。
横2ミリ縦3ミリぐらいで斜めにハサミを入れて V という合い印をつけていきましょう。そしたら一度こう広げて脇の中央と今つけた中央を合わせます。そして待ち針で留めてください。そうすると両脇が輪の状態になるので、先ほどと同じようにして合い印を入れます。横2ミリ縦3ミリ細い V を作ります。反対も同じようにして印をつけます。中央を重ねます。で重ねたら一回待ち針で留めましょう。ここが中央で6センチ、6センチというふうになります。で5ミリほどの深さで切り込みを入れます。それでは表にします。角の部分はこのように畳んで表に出しておくときれいに仕上がっていきます。今つけた合い印のところに縫い合わせが外側に来るようにして待ち針で留めます。持ち手をねじらないように気をつけてください。反対側も同じようにしてつけます。こうなります。そうしたらポケットのパーツも一緒に仮留めしていきます。ポケットのパーツは2つ折りにしてこの中央の合い印を入れておきます。裏面の状態にして、これ表ですね、裏面の状態にして重ねます。そうしたら端から2センチのところを縫います。同じようにして端から2センチのところを縫いましょう。2センチのところにマスキングテープを貼ります。持ち手を仮留めしていきます。仮留めなんですけれども返し縫いをしっかり入れていきます。縫い終えたところです。重なり合うところは返し縫いをしておきましょう。そうしたらこの2センチの折り目で2つ折りにしていきます。今縫った縫い目のところで倒します。あとは周囲を2センチで畳んでいきます。でここの部分も同じようにして2センチで切り込みを入れます。脇の部分も切り込みを入れましょう。2センチで切り込みを入れます。結構ミシン目の際のところまで切り込みを入れてください。こんな感じになります。そうしたらこれを交互に倒すようにして2つ折りにします。そしたらもう一度倒します。あとはぐるっと一周ですね、畳んでいきます。縫い始めはこの脇のところからぐるっと縫っていきます。それでは押さえを立ち目かがりに変えます。返し縫いはしないで縫い始めます。持ち手のところとポケットのところも返し縫いをしないでまっすぐ縫っていきます。もし D カンなど挟む場合はこのタイミングでちょうどこの持ち手の脇になるところにピタッと合わせてあげると縫いやすくなると思います。それでは縫い始めのところに来たので5センチぐらい手前で針留めて糸を切ります。縫い目を重ねていきます。だいたいこの厚みがあるところが終わるところまで縫っていきましょう。はい、縫い終えたところです。こんな感じでまだ持ち手が下に下がってますので上に上げていきます。そうしたら今度は表面からミシンを
ミシンのステッチを入れていきます。はい、あともう少しなので頑張りましょう。裏面はこのような状態になっています。これで結構持ち手の強度が保たれるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。比較的短時間で仕上げられる内容だったんじゃないかなと思います。で、最後の持ち手のところは、ランダムな縫い方を今回紹介させていただきました。で、あんまりこだわらずにジグザグ縫っていけばいいので、楽しくステッチを加えていただけたらと思います。で、そのまままっすぐ三重縫いすることもできますけれども、できるだけちょっと大きい今回バッグになりますので、持ち手の強度のためにもこのぐらいちょっとステッチしておくといいんじゃないかなって思っております。よかったら作ってみてください。これもあると便利なので、もし付属品があるようでしたらつけてみてください。それでは仕上がりサイズの紹介です。縦が43センチ、幅が44センチ、持ち手は51センチになります。収納した後のサイズの紹介です。縦は12センチ、横は10センチほどになります。それではちょっとコンパクトにまとめていきたいと思います。広げてまずポケットを裏面にしておきます。そして持ち手のところで折ります。折ったらこれもまた2つ折りにして、反対側も同じようにしてポケットと同じぐらいのサイズにします。そうしたら持ち手を畳んで、この半分をまたさらに畳みます。そしてこれをもう一度畳んで、さらにポケットの上に重ねます。これで同じぐらいのサイズになっているかと思います。そうしたら反対面にしてこのポケットをひっくり返します。ひっくり返したらもう一個こちらの方もひっくり返します。そうすると縫い込んであったタプが出てくるようになります。キーリングとかカラビナをつけておくとバッグとかに引っ掛ける時にもすごく便利です。結構かさばらないように今回は小さめなサイズで仕上げてみました。で、作り方もとても簡単なので、よかったらナイロンの素材を探しに手芸店に足を運んでいただけたら嬉しいです。で、あと生地の方も、楽天ルームの方を概要欄の方で貼っていますので、よかったらそちらの方もですね、参考にしていただきながらお気に入りの生地で作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。